回は外観がボロボロになったリールのリフレッシュをします。このロキサーニは20年ぶりにバス釣りを始めた時の最初のベイトリールでした。そんなことから今ではこれより高価なリールはありますが、安い割に優秀なので気に入ってます。これを塗ります。今回の塗装は特殊な設備は使いません。脂肪塗装といえばストーン調のスプレーとかチッピングコートで実施するのが普通だと思いますが、専用みたいなのはちょっと高いんですよね。誰でもできる缶スプレーで脂肪塗装をします。どこでも買える200円のものです。缶スプレーで塗装がうまくいかなかった方は非常に多いと思いますが、私もその一人です。綺麗に塗ろうとするとスプレーガンと比べて圧倒的に難しいので、どうせ失敗するならってことでこの塗装に行き着きました。この塗装に失敗はありません。失敗の向こう側です。失敗の向こう側です。すでに分解が始まってますが、過去にロキサーニの分解動画があるので説明は省きます。慣れれば丁寧に行っても10分もあればできます。ただ後から思ったのは全部分解する必要はなかった気がします。マスキングも面倒になるし、組み立ても大変なので必要最低限の分解にした方がいいです。マスキングは部品同士が接触する部分は全て行います。ロゴも残したいのでマスキングします。素材がプラなので塗装前に本当は密着ロンなどプライマーは吹いた方がいいですが、わざわざ買ってられないので800番で足付けしてダッシュを丁寧に行います。足付けは800番よりは400番の方がいいとは思います。それでは塗装していきます。色は艶消しの黒です。乾燥時間が短いものがおすすめです。まずは全体的に拭いていきます。ここからが私の脂肪塗装の方法です。20センチ以上スプレーを離して一瞬ノズルをプッシュして吹きかけていきます。プッシュの間隔は少し置いてください。若干乾かしてはプッシュするイメージです。間隔の目安は艶が引いたら行います。缶スプレーは冷えていると内圧が下がってきれいに塗装できないので、寒い時期はスプレーを温めて行いますが、この塗装の場合は冷えている時の方が逆にいいです。気温が低い時期が最適です。ただし寒い時期は乾燥が長くなるのがデメリットなので、直射日光を当てておくのをお勧めします。ノズルは弱く押す方がいいです。その方が塗料がミストにならずに塗れます。軽く叩く感覚です。乾燥後の状態ですが、動画では分かりにくいですね。私にははっきり脂肪塗装になってます。組み立てで完成です。組み立ても慣れれば10分から20分あればできます。参考までに組み立て手順を動画に残します。
完成しました。このリールは艶消しが塗られてましたが、樹脂の無塗装みたいな質感でした。個人的には非常に満足で、塗装したことで質感が上がったんじゃないかなって思います。決して表面がガタガタの塗装ではありません。これは脂肪塗装です。